はい、皆さんこんばんは。波之助でございます。とうとうこの日が参りました。それではタイトルコールしたいと思います。第50回波之助悠々カンカン。いやー、楽しみにしておりました。はい、ありがとうございます。波之助悠々カンカン第50回始まりました。ご案内の通り、今日は第3、木本第3、第3ですよ。第3のインタビュー、第1弾させていただきたいと思います。スインクキッズのね、演奏は、すでに聞かれた方もいらっしゃると思います。表彰された方、ありがとうございます。関心を持っていただいてありがとうございます。いい話がね、ちょっと改めて聞いたんですけど、まず20分間ぐらい、お送りしたいと思うんですけど、いいこと言われてます、本当に。こういう指導者の方がたくさんいたら、子供たちは幸せだろうな、みたいなね、思う話が随所で出てきます。で、第1回目はですね、スイングキッズのいきさつといいますか、第3がスイスで住むようになったことも含めてですね、お話をお聞かせ願ってお聞かせいただいております。奥さんとの出会いとかね、それから、どういう状況でそういう、指導者になられたとか、それから目的ですね、スイングキッズの、存在意義といいますか、目的、それから子どもたちに、伝えたいこと、それから最後の方はね、えビッグバンドとかでジャズとかでは、よく、話が出るアドリブソロについてね、お話が出てます。話の中でもね、スイングキッズの、子供たちはソロをね、みんなで回してるんですよね。何小節か、12小節とか24小節とか、そういうソロをね、みんなで回したりとかしてるところがあって、そういったところ非常に興味がありまして、聞きました。それでは、これから始めますので、お聞きください。で、若干音がずれたりとかね、そういうところが否めないところあるんですが、そこのあたりはご容赦いただきたいと思います。それでは、これから第3へのインタビュー進めたいと思いますので、よろしくお願いします。うわ後ろに蓄ー、いや、音素敵機が見える。ですね。蓄音機も素敵ですし、後ろのピアノですか。ピアノはね、はい。すごいピアノなんですよ、昔ですの。よね。あいつもビデオというかYouTube で、それええ、をバックに話をしておられるじゃないであすか。えいやー、なんか嬉しいな。え、この週末はお忙しかったんですよね。週末はね、はい。孫が一人誕はい。生日があって、あ、そこに行はい。ってて、はい。はい。ほんで、演奏はないんですけど、今、はい。ちょっとしばらく。でも、家にいるともういろいろやることがいっぱいあるんですよ。はい。あはい。のいろんな楽器やって楽器をねちょっと、はい。楽しんで演奏したり、それからランドローバーがね、はい。あ改良してる。もはい。う、はい、もうそれもまたもういろんなところをもういろいろこういじくってるんですよ。はい。もう出来上がってることはもう走れるし、はい。旅行にも行ったんですけど、はい。もっとここをもうちょっとこうよくしたらいいなとか、そういうところがねもういくらでもある。いや、なんか、実を言うと、
明日そういう話をしようかなと思ってたんですけど、今日、まあ、打ち合わせ的なことができるかなと思って、もし、良けれええ、ば、はい、ええ、させていただければと思うんですけど、あの、今のランドローバーですかの、はい、改良というか、改造というか、ちょっとはい、シャシーがちょっと錆びってるところを直されたりとか、ええ。そういうこともされあれてる。はもうね、全部解体したんですよ。ですよね。はい。はい、全部簡単、解体して、で、はい。シャーシっていうんですかね、あれはい。を、サンドストームでね、はい。こう、旅を全部落として、ええ。それから、鈴メッキをするんですよね、冷めないよあ、スズメッキ。うに。うん。はい。それでまた、この、全部新しい、材料を使って、またもう一はい。回、こう、組み立てたんですよね。はい。部品とかももうほとんど変えて、だから、はい。まあ本当に新車になったような感じで。すごいですよ。いや、それができるっていうのがすごいですけど、だいやいや、から、友達と一緒にね、友達はい。の、ああ、そういう中でそういう改良ができるっていうのがすごいですよね。まあ楽しいですけどね、あコロナの休暇があったからできたんあ。ですよね。いや、そこだと思うんですよね。だからそこの、なんかコロナでダメだなと思うか、それともそれえがあるからこういうことしようと思うかって、やっぱり全然違うと思うんですよ。その生き方というえか。えはい。なんかね、そういうところが、なんか、お話の中ですごく感じてまして、はい。なんか楽しんでおられる感じがすごく、はい、もう楽しんでますよ、僕はもなんか人生謳歌っていう感じですかね。そういうのがう。すごく感じて。まあ、それは言えますよね。はい。というか、はい。もう子供の頃からもう自分の好きなことしかしてないんですよね。それがなんか素敵ですよね、やっぱり。はい。で、ねいいですか今日進めちゃってもはい、いいですよ。話を。はい、時い間いですかはあります。はい。はい。ええーっと、そうですね。有名なバンドでも、ご活躍をされている中で、まあ、解散されて、で、次のステップみえたいなところがあったと思うんですけど、そはいの、はいはい。スイスに、あの、住まれるようになって、それから、ええ、スイングキッズとかっていうところのいきさつえというか、そうえ、いうところをえ教えていただければと思うんですけど、え、ええ。あ、はい、そうですね。はい、あの、ずっとまあね、東京、ロンドン、ミュンヘンってずっとその大都会で、プロのはい。世界で生きてたでしょ。ですよね。はい、ええ。これで、スイスのもう田舎なんですよね。はい、スイスとドイツの間にボはい、ーデン湖という湖があっはい、て、これで、そこの、まあ、町なんですけど、はい。人口1万人のね、もう一番に、ちっちゃいはい、町なんです。はい、スイスはもうどこもちっちゃいですから、人口少ないですかはい、ら。で、まあ、家内がね、うちの家はい、内がスイス人で、そこに住んでたんですね。はい、あの1975年に僕は日本を出てはい、ロンドンに行った時に、はい、あの、知り合ったんで。家内は、はい。英語の勉強あ、にそうなんですか。ロンドンに行っててはい、ね。はい。で、日本人の女の子2人と一緒に仲良くして一緒に住んだりしてたんですよ。はい。ほんで、そういう関係でこう知り合って。あ、はい。ほんで、僕はミュンヘンに行って、彼女はまあ、スイスに帰って、はい。で、ミュンヘンはまあそんなに遠くないんで、スイスかはい。ら。はい。行き来、まあ、してたんですよね。はい。それで、バンドが解散した時ね、そのはい。マックス・ベルガー楽団が、はい。まあ、すごい稼いでたんで、ですよね。金があったんで、はい。それでまあ半年ぐらいもうスイスで遊んでやろうと思って、で、まあ、スイスに来たんですよね。はい。それで、まあ、彼女のところに住んで、はい。で、まあ、もう、その、労働滞在許可とかも下りないから、もう、じゃあ結婚しようかということで、で、それで結婚して子供はい。ができて、3人子供ができて、家族はい。ね、あの、ができて、じゃあもうここに落ち着こうかっていうことになっはい。て、そしたら、まあ何年かはね、フリーランスでもう
いろんなところで演奏してたんですよね。はい。そしたらこっちのスイスはですね、はい。日本でいうヤマハ音楽教室とかね、そういうえのはほとんどなくっええて、え市や町がね、はい。子供たちのためにやってるミュージックスクールっていうのがあるんですね。ええ、そういうのがあるんですね。うん。だから、あの、州とか市とはい。かそういうところから支援がええ、あるわけですよね。はい。だから子どもたちはそんなにあのレッスン料払わなくてもいいはい。し、で先生もはい。給料がいいわけですよね。あ、いいですね、そういうシステム。そうですよね。はい。まあその音楽に対する意識っていうのが、まあ、ちょっと日本よりは違いますよね。はい。ええ、だからそういう支援でみんな子どもたちがもういっぱい楽器を習ってるわけですよね。ああ、そうなんですね。はい。ええ、ほんでクラブ活動とかないですから、ああ、そうなんですか。ええ。ええ、もう学校はね、はい。もう授業終わったらもう何にもない。もあう先生もみんなもう家に帰れる。あ、ああ、なるほど。ええ、それでまあそういうところからね、すいませんけど、子供たちに教えていただけませんかってこうはい。話が来たんですよね。あ、あ、そういうオファーがあったってことですか。そうですね。あそれでまあ子供たちにこう教え始めたわけですよ。あ、はい。そうするとまあ個人レッスン1週間に1回来るわけですよね。はい。それで普通はもうただ家でこう練習してレッスン行っはい。てっていうのを繰り返してるわけですよね。ええ。でもそれだとちょっとこう何の目的でねやってるのはい、か、そうですよね。子どもたちもその目標がないわけですよはい。ね。それとやっぱり僕なんかずっとまあその演奏で生きてきたかはい。らみんなと一緒に演奏するっていうのは楽しいわけですよ。ですよね。はい。それで子どもたちにね、はい。なんか一緒に演奏できる場所をね、はい。こう作ってやらなきゃいけないとはい。思って、で、バンドを始めたんですよね。いいですね。それがね。はい。いや、僕もね、はい。ずっとプロと一緒にやって生活してたでしょ。はい。だから、アマチュアの人とか子ええ。供のレベルとか全然ええ。知らないわけですよはい。ね。最初はすごい戸惑って音がね、合わないしね。あ、ですよね。最初はもう本当なんか自分の耳とかリズム感がはい。途端にこう悪くなったようなね感じがして。それ何年ぐらいですか？何年千それはもうね、はい。もう30年ぐらい前ですね。あ、30年前ですか。はい。はい。はい。それで、スミキッズはね、3番目ぐらいのバンドなんですよ。はい。あ、そういうええ、子供のバンドの中で3番目っていう意味ですか？はい、そうですあ、ね。はい。はい、はい。ええ、で、あの、スミキッズの場合は、はい。ちょっとシステムが違うっていうか、前のバンドはね、はい。ずーっとみんなでもう何年も大人になるまああ、はい。で一緒にわかります。はね。い。はい。そうすると高校卒業すると、はい。みんな他の大学行ったりね、他の都ええ。市行ったり、海外留学したはい。りとか、まあ、こっち軍隊があるんで、軍隊あ入ったりしてね。あ、はい。で、もう19、20歳になるともう誰もいなくなるんですよ。ああ、そういうことなんですね。それで、あの、スインキッズはまあそのバンドの2番目のバンドだったんですね、下のはい。バンドでね。はい。ほんで、スインキッズもね、こうやってずっと行って、大人近くになって、またええ。やめて、また一からやるのは、これは大変だなと思っそうですよね。て、はい。で、18歳になったらもう出て行ってもらっあ、て、18歳。はい。で、次の待ってる子がこう上がってくるというシはい。ステムにしたんですよあ、ね。はい。だから今もうほとんど20年近く持ってるんですよね。ああ、ということは、18歳で卒業みたいな形にはい。なると思うんですけども、そうですね。その前のメンバーっていうのが、ええ、こう、育ってるっていう感じですか？そうですね。はい。まあ、何人かは
プロでやってる人もいるし、音大にね、何人か行ってますよね。はい。でも、はい、僕としてはもうそれは全然目的ではないですから、プロの音楽を育てるっていうのはね、はい、みんなで本当に楽しくいい音楽をね、やるっていうのがもう最大の目的なんで。いいですね、そこがね。いやいや。いや、本当に。で、その延長線上に、なんか、そういうプロとか、そういうところがあるわけで、ええ。その前で、そういう、なんというか、楽しむというか、そういうところを、子供たちが理解してるっていう感じなんですかね。そうですね。はい。だから、僕は全然厳しくやらないわけですよ。いいですね。もう子供楽器持ったら、はい。もう最初の2年間ぐらい、もう曲だけ吹くんですよね。曲だけ。音階とかも全然しないし、へえ。もう最初のね、2、3週間目からもう、その曲を始めるわけですよね。はい。で、みんなあれですよね、音の名前とか音階の名前とかね、はい。普通の先生は教えると思うんですけど、はい。僕はもう全然やらないんですよね。もう曲を見て、はい。譜面を見て、はい。正しい音を指使いで押さえてね、はい。メロディーがちゃんと吹ければもうそれでいいわけですから。なるほど。楽譜とかはどうなんですか？楽譜はもちろん使います。アンはい。サンブルするときね、楽譜が読めはい。ないと、あ時間がかかるね、余あ、はい。計に。はい。時間がかかるんで、そはい。れはまあ、やってますけど、はい。やっぱ慣れですよね。たくさんはい。やってればできるあ、し、またその子によ曲をするってこともですね。はい。またその子によってまた能力も違いますしね。はい。だから、そんなに楽譜がスインキッズぐらいのレベルになると、はい。時々プロジェクトで他の人の伴奏をやったりとか一緒に共はい。演したりとかね、はい。そういう時にもう急いで曲練習しなきゃいけないでしょ。はい。だから、できる限りもう楽譜が早く読めるようにはしてるんではい。すけどね。はい。うん、でも、それはもう大事なことじゃないって僕はいつも言うんですよ。はい。音楽やるはい。上でね。はい。で、だから、スンキッズの子供たちも、すごいうまくアドリブとかやってるわけですよね。です。はい。でも彼らは何の音を吹いてるのか知らないんですよね。はうん、あの一応この音階を使いなさいとかは言うんですけどね。はい。はい。で、僕がね、こう書いたフレーズなんかを与えてこれを練習しなさいと言うはい。と、みんな同じようになるでしょはい。う。ですです。そうすると個性がなくなるから、はい。はい。そのあんまり面白くないわけですよ、聞くはい。人にとってははい。ね。やっぱ個人独特のね、こうフレーズをね、作るあところがあ。はい。また興味深いわけですよね。いいですで、ね。なんか、子供がそれがあるんですよね。なんか内に秘めた、なんかそういう、なんて言うんでしょう、自分のフレーズみたいなのが。そうですよね。どう考えてもか知らないですけど。ほんで、ねえ。僕は、とにかく吹きなさいって。間違はい。った音がしたら、間違った音を吹いたらおかしく聞こえるからね。はい。そうでなかったら何を吹いたっていいんだって。はい。それがもう本当なんですよね。いやー、素敵です。なんでしょう、演奏で、ちっちゃいえ子から、高校生ぐらいの子まえ、で、ええ、回して、アドリブ回しはい、て、演奏しええ、てるのを拝聴したんはい、はい。ですけど、ええ、ええ、あの、これって第三が楽譜書いてやってるんかなと思ったんですけど、そうでえはないってえ。ことですか？全然違いますよ。いやー、すごい。それがすごい。いや、うち、いや、大人のビッグバンドしてますけど、ソロええ、回ししろって言われて、できるかっていうとできないと思いますよ、多分。
いや、すまあ、ごいです。いや、それは習ってないからですよね。だから、誰で、あ誰でもできるんですけど、あ、はい。あの、僕は、まずちっちゃい子に教えるのはね、そのはい。3つの音からね、始めるんですよ。三つの音。うん。例はい。えば、ブルースのね、ブルーススケールっていうのがありはい、ブますよね。ルースケール。はい。で、最後のそのソーシードって、まあ、C メジャーで言うと、はい。G、B フラット、C ですよね。はい。G、ソー、シーフラット。はい。はい。はい。パンパンパーンってはい。ね。はい。この3つだけで、まずその練習始めるんですね。はい。はい。全部その音階を全部吹きなさいと言うと、すごいいっはい。ぱい考えなきゃいけないから、ええ、3つだともうね、はい。楽に。これでもういろんなリズムを考えて、順はい。序をね、はい。やってって。で、最初はまあ僕がこう吹いてね、はい。それをまあ真似させるわけですよね。はい。パーパーパーって吹いて、このはい。がパーパーパーってね、で、パーパダパダーって、はい。パーパーパーとかちょっとリズムを変えてね。はい。そう、それからこう順序ね、上からまあ、パーパラパラとか、ダーディーダダーディーダとかね、はい。そんなのをちょっとこうやって、はい。それから実際にバンドでこう吹かせるんですよね。はい。で、あとはもう自由に、あと、まあ、3つで十分もうできるようになったら、じゃあこの音上の E フラットを入れなさいとか言ってね。はい。で、まあそれぐらいですよね、僕が言うの。ええ、あとはもう試してね、それで、他の人が演奏してるのをまあよく聞いて、はい。だから、そうやって実際の演奏で、はい。まあ習ってるんですよね。ですね。本当音聞いて、それに合わせるというか、それに合えったような曲をつけるみたいなところ。じゃあちょっと自分でもいつも、ヘナチョコなんで全然できないんですけど、いや、子供の頃からそういう風な、なんか、感性というかそういうのが感じてたらすごく伸びるし、あの、楽曲を聴いてても、なんか、なんだろう、楽しそうにみんな、普通に、それも、なんだろう、音を外すとかいうことなく、ちゃんとその音を確実に吹いてるって演奏してるっていうのが、伝わってきて、いやすごいな、子供すごいなとかって思って聞いてました、本当に。さあ、まだまだインタビューは続きますけど、ちょうどね、時間が20分ぐらいのインタビューになりましたので、こちらでちょっと一区切りして、次回につなげたいと思います。いかがでしたか？いいですよね。なんか、できることをね、少しずつ広げていくという、第3は、自然奏法というね、トランペットの奏法も、どの音から下がっていったりとか、どの音が基準にして、少しずつ広げていって、ハイノート、ハイトーン、高い音も出すようにするとかいうところで、無理なくできるところをどんどん広げていくという感じの、アプローチをされてるなという感じました。子供たちもね、最初はアドリブね、驚いたのは、アドリブ、本当に子供たちが自分で考えたアドリブやってる、楽譜に書いたやつじゃなくて、これがね、すごいなと思いましたし、その自分のフレーズが絶対自分の中にあるというのがを信じ捉えるというかね、大地さんがそういう姿勢で、思っておられる。コーチングではね、答えは自分の中にあるっていうんですけど、本当にね、そのまんま、音楽でそのことをやっておられるなということで、すごく嬉しくなりましたね。本当、こういうところで、音楽に浸って音を楽しんで、えビッグバンドとかできたらいいなと思います。次もね、いい話が聞けますので、ぜひご期待ください。ということで、第50回、木本大さんのインタビュー終わります。次回51回も続いてインタビューありますので、乞うご期待。もしいいなと思ったら、ぜひ知人皆さんにね、縁故
含めてお伝え願いたいと思います。私自身がね、もうちょっと知名度があればね、さーっといい話をね、広げれるところなんですけど、こればっかりはね、私の力不足で大変申し訳ありません。ぜひ皆さんのお力をお借りして、いいなと思ったら、こんなインタビューあるよとか、こういう教え方いいよねとか、こういう指導してみたらどうとかね、そういうことを伝えていただけたらいいなと思います。ぜひ皆さんのお力をお貸しください。それでは第50回なめのすけゆうかんかん終わります。ありがとうございました。はい、皆さん